さあ、始まりました、ひめチャンネル。本日のお相手はいつも通り満点かひめでございます。よろしくお願いします。はい。今日は気分を変えてオープニングをね、ちょっと変えてみました。別に面白いわけじゃないけど、ちょっと自分で受けちゃった。はい。今日はね、すごい今更なんだけど、自己紹介をしていこうと思います。いや、今、YouTube チャンネルのフォロワー数が1万4000人の方に、チャンネル登録していただいておりまして、でね、Twitter とかいろいろインスタもやってるんですけど、まあ特にフォロー数の多い Twitter もね、1万人ということで、YouTube だけをチャンネル登録してくれてる方も多分たくさんいると思うので、改めて YouTube の方でも自己紹介をしていきたいと思います。書く漢字はまだ決めてなくて、ちょっと答えの中から、私の、印象に残ったね、漢字を書いていこうと思います。自己紹介って言っても難しいので、ネットでね、見つけた質問、まあ、100の質問みたいなのあるじゃない？なんかね、それをね、今日は、あんまり長々してるとね、書道の時間も入れたらすっごい長い動画になっちゃうので、その中から抜粋して何個か答えていきたいと思うよー。できるだけたくさんね、答えていきたいので、ちょっとテンポよくポンポンポーンと進んでいくので、ちょっと文字が多かったり、見づらかったりしたら、一旦止めたりとかして、ぜひ読んでみてね。じゃあ、早速始めていこう。名前、満点か姫です。性別は女の子。趣味は物件探しと映画を見ること。ねえ、やっぱり一番は美味しいものを食べること。友達になるならどんな人がいい？思いやりがあって楽しい人。恋人はどんな人がいい？一緒にいて楽しくてちょっと変わった人がいいかな。なんか変な人がいい。好きな食べ物、牛タンとグラタン。タン。好きな飲み物、紅茶とルイボスティー。炭酸はちょっとだけ苦手。たくさん飲めない。苦手なもの、納豆大嫌い。臭い、あれは食べれない。あと、椎茸と貝が嫌いです。好きな色、赤と白と、あとはピンクかな。女の子らしい淡い色が好きです。今、努力してること。努力してること、ダイエットと動画の編集とかね、いろんな面白いことを動画でできるように努力してます。性格的なことで得意なこと。性格的なことで得意なこと。文章だと難しいけど、対面すると、だいたい嘘をついてるなっていう人はわかります。わかるよ。バレちゃうよ。好きな教科と苦手な教科。好きなのは現代文、古文。特に古文が好きです。すごい得意でした。苦手なのは数学。数学はほんと苦手。もう、数 B ぐらいからわかんない。好きな運動と苦手な運動。運動はすごい得意です。球技と走ることはね、特に得意でした。ちなみに、学生時代の50メートル走は 7.4 秒ぐらいです。昔の話ね。今じゃないよ。得意だっただね。苦手なのはバランス系。例えば、自転車とか、あとバランスボールに乗るとか、バランス系はすごい苦手。次、行動の質問いきます。嬉しい時何をする？嬉しい時は歌って踊ります。自分で歌作ったりとかして、今日の晩ご飯はすごく美味しい。恥ずかしい。悲しい時は、泣いたりもするけど、ゲームでね、敵を無心で倒すっていうことをよくやります。疲れた時は寝るに限る。寝る。ストレスが溜まった時はひたすら美味しいものを食べます。それが一番ストレス発散だね。映画は何系が好きで何系が苦手？好きな映画のジャンルはホラーとスパイものが好きです。スパイものもそうだし、アクションとかすごい好き。男の子が好きなような映画は大体好き。苦手なのは恋愛ものとファンタジーです。そう、私そういうとこ女の子らしくないんだよね。ダメなの、恋愛ものが。
デートで行きたいところと嫌なところ。デートで行きたいのは、やっぱ美味しいご飯を食べることばっかり。美味しいご飯を食べに行きたいかな。あとお買い物とかね。と遊園地とか、そういうテーマパークもすごい好きなので行きたいな。デートで行きたくないとこってある？ディズニー、恋人と行くと別れるとかいろいろあるけど、私ディズニー好きだからすごい行きたいし、強いて言うなら、ホテル直行。海外で行ったことあるところと行きたいところ。行ったことあるのはインドとハワイです。ね、今後行きたいところはヨーロッパ。ヨーロッパにすっごい行きたい今。特にバチカン四国。はい。こんな感じで今質問を何個か答えました。もしまだ聞きたいことがあればコメント欄とか、あとツイッターでリプでいただけたらできる限り答えたいと思います。待ってるねー。さあ、私ね、もう何書くか決まってるよ。今日書くのは納豆です。なんでかっていうとね、もう書き始めちゃうね。なんでかっていうと、私、結構、好きなものをさ、書くこと多いじゃん。例えば、ゲームもそうだし、好きな食べ物もそうなんだけど、この前ラーメンやったしね。好きな食べ物を書くことって多分これからもすごいあると思うんだけど、苦手な食べ物をわざわざ選ぶことってないと思うのね。なので今日納豆が出てきた時に、納豆は書かないなと思って。なので今日は納豆を書いていきたいと思います。お話ししてたらもう豆まで来ちゃった。お豆さんを書いていくね。さあ最後。あんまり上手じゃない。ごめんなさい。じゃあ、納豆のコツいきたいと思います。まず筆の調子が良くないね。こう、トンって置いた時に、ちょっとバサバサしてる。じゃあ、いくよー。まず、基本的なこと。ここに線があるんだけど、ちょっとこっちが大きすぎたね。うまく、このエリアに収まるように書けばいいと思います。でね、この納豆のこの内っていう字は、こう合わせる。で、頭は、もういつも以上に、必要以上にここ出しちゃっていいです。っていうのも、ここのね、この四角のやつを大きく書いちゃうと、すっごいバランスが悪いし、だからといって、これをね、いつもぐらいにこっから始めちゃうと、ここの空間がすごいバランス悪く見えちゃうので、この糸の頭と同じぐらいまでしっかり頭を伸ばして書いてあげてください。あともう一点。この内側のこの払いあるよね。それを、ちょっと適当に書くね。こうあったとして、こっからもう斜めに始まらない。わかるかな？こっから斜めに入らないで、ここに来るまではしっかりまっすぐ下ろします。この横線と被った時にちょうど斜めに入る感じで書いてください。豆、シンメトリーになるように書いてください。ってことは、ここの幅とか、ここの幅とか、あとはね、ここの空間とかもそうだね。やっぱり画数の少ない漢字って、本当にバランスが大事になってくるのね。だから、本当にバランスを合わせるだけで綺麗に見えるので、ぜひ、バランスっていうことを大事にしてみてね。それでは今日も動画見てくれてどうもありがとう。よかったらチャンネル登録と高評価、そしてコメントもお待ちしてます。バイバーイ。今日のおまけです。今日のおまけはちょっと雑談をしようと思います。ちなみにね、この服の着心地すごい気に入っちゃったの。なんかね、
すごい伸びるし、生地がね、見て見て。ツルツルなの。サラサラなの。っていうのと、今の季節、なんか厚着するのも暑いし、薄着は寒いし、ちょうどこのね、ロンティーぐらいがちょうどいいんだ。はあ、足痺れちゃった。何の話そうかな。せっかくだから質問のね、内容をちょっと細かく話していこうかな。運動の話をまず。運動はね、私ずっと、何年間だ ?8 年間ぐらいバスケをしていて、結構上まで上がりました。県でほんと1桁台とか、まあ悪くて2桁前半10何位とかぐらいまで、行きました。で、ちなみにどっちもキャプテンをやってて、運動がね、すごい得意だったの。お勉強はね、すごい苦手だったんだけど、そう、50メートル走 7.4 っていうのをさっき言ったんだけど、スポーツテストってあるじゃん？みんな知ってるかわかんないけどさ、なんだっけ、シャトルランってあったじゃん？あれね、私シャトルランね、すごい好きだったの。全然同意してくれるってか、あ、私もって言ってくれる人いないんだけど、シャトルランがすごい好きで、まあ、最高117とか8とか、120いけなかったって悔しい思いした記憶があるから、多分それぐらいだったんだけど、なんでね、好きかというと、ズバリ、目立てるからなの。女の子でシャトルランで100超えるってあんまりいなくて、別に体育科とかでもなかったから、ね、大体みんな60とかで終わっちゃってて、最後100とかまで残るともうみんなが応援してくれるの。頑張れひみちゃん頑張れって言って、すごい応援してくれて、なんかこう、ライン際とかもね、なんかこう、ハイタッチとかしてパーンってタッチして、次まで走ってってとか、なんだろう。こう、みんなが私を応援してくれるっていう、空間がすごい好きでした。ちょっと他にもいろいろ話したいことがあるんだけど、話したいことがありすぎて、まとまんないので、またなんかのおまけ動画で、今日答えた質問の詳しい話をしていきたいと思います。ここまで見てくれてどうもありがとう。バイバーイ。